あなたは好きな人を自分だけのものにしたいと思ったことはありますか？ 1920 年、ルーマニアにそんな思いに取り憑かれた女性がいたんです。容姿端麗でありながら非常に嫉妬深く疑い深い性格の彼女。彼女は次々と男性と付き合うんですが、どれも長くは続きません。それでも彼女は街に繰り出し、好みの男性を持ち帰りする生活を続けるんです。と、ここまでなら単なる男遊びの激しい女性。しかし彼女にはとんでもない裏の顔があったんです。夜になると彼女は決まって自宅の地下室へ向かいます。そして手に持ったろうそくであるものを照らすんです。彼女がうっとりと眺めていたもの、それは恋人たちの死体。35人もの男性を殺害し、自宅にコレクションしていた女。なぜ彼女は愛する人々を次々と手にかけていったのか。恐ろしすぎる犯行の裏には狂気に満ちた執着心があったんです。オソスハッピーハロウィンパンプキンケンちゃんです。あなたの愛は私だけのもの。ちょうだい。やみやみこいて。本日皆様にご紹介するのは、夫や恋人を殺害し自宅にコレクションしたヤバすぎる女の話なんです。殺してコレクションするって何？憎いのか好きなのかどっちなのよこいつ。絶対好きでしょ。普通に考えて、嫌いだったら近くに持ってくるんないと思う。まあ確かに。好きの反対は無関心ですから。自宅でコレクションしてるってことはよっぽど好きですよ。だからこれはね、もう愛情表現が間違った系のね話なんですよね。でも明らかに常軌を逸した愛し方だと思うんですけど、死体をコレクションするこのヤバすぎる女、一体どういう人間だったのか早速見ていきたいと思います。悲しい未亡人。遡ること100年以上前の1910年代、東ヨーロッパバルカン半島東部に位置するルーマニアが今回の舞台。ここに一組の家族が住んでいました。夫の名はカール・シック。カールはオーストリアの銀行で働くエリートバンカー。そんなカールを支える妻ベラ・レンツィは夫よりもはるかに年下の19歳。裕福な家庭で育ち、容姿端麗なベラはカールにとって自慢の妻。二人はロレンツォという息子にも恵まれ、まさに幸せの絶頂。家族で楽しく穏やかな日々を過ごしていました。素敵な家族じゃん。でもこの家族ね、数年後にある変化が訪れてしまうんです。その変化は近所の人も気づいていました。夫カールの姿がなくなり、妻のベラと息子しか見かけなくなってしまったんです。心配したご近所さんはベラに何があったのか尋ねました。するとベラは悲しい表情を浮かべてこう語るんです。夫は外国に行ってしまったの。なんとカールはベラという妻がいながら愛人を作り、その女と外国へ駆け落ちしてしまったというんです。近所の人は悲しみに暮れるベラに同情します。愛する夫に捨てられ傷心のベラ。それからおよそ1年ほどの月日が経った頃、彼女に一通の手紙が届きました。それは消えた夫カールの現在の状況を伝えるもの。ベラに届いた手紙。しかしその差出人は夫ではありません。届いた手紙はなんと死亡通知。夫カールは愛人と駆け落ちした先で交通事故に遭い亡くなったというんです。ベラからその話を聞いた近所の人はさらに彼女への同情心を強めました。夫に裏切られた挙句未亡人となったベラ。彼女の心の痛みは計り知れないものだったでしょう。めちゃくちゃかわいそうじゃない。20歳そこらでこんな経験するなんてさ。近所の人たちはベラをすごい心配してたんですよ。しかしね、ベラにね、新しい出会いが訪れるんです。一人になった寂しさを癒すようにベラは毎日外に出て劇場やカフェに足を運びました。そんな中ベラは運命の出会いを果たします。相手はベラと年の近い若い男性でした。二人は恋に落ち間もなく結婚。今度こそベラが幸せになれそうだ。ベラを見守る近所の人もそう期待していたんですが、残念ながら二人の結婚生活はうまくはいきませんでした。結婚してからたった4ヶ月ほどで新しい夫が忽然と姿を消してしまったんです。近所の人が尋ねるとベラは重い口を開きました。夫は浮気癖がひどい人だったの。すぐに愛人を作って家を出て行ってしまったわ。なんとベラはまたも夫を愛人に奪われてしまったんです。夫は家を出た後手紙でベラに別れを告げたというんです。2度も愛する夫に裏切られたベラ。近所の人は彼女にかける言葉が見つかりませんでした。この浮気癖はほんと治らない。女もいるわよ。いるけど浮気癖ってほんと治らないものよ。もう私が一緒に飲みに行って励ましてやりたいぐらいよ、このベラを。すごいわよ、私のパワー。全部聞いて受け入れて的確なアドバイスをズドンよ。それにしてもよ、2回裏切られるわ。いくらなんでも心ズタボるこれ。うざいわね。確かにひどい話なんですけれど、でもそれがね、本当の話なのかっていうのはわからないんですよ。実は悲劇の妻ベラには恐ろしい裏の顔があったんです。駆け落ちの真相。
2人の夫に逃げられ昇進のベラ。しかしこれは彼女が近所の人に見せていた表の顔。本当は恐ろしい裏の顔を持っていたんです。1人目の夫カールと結婚していた時、ベラにはある疑念がありました。それは夫が浮気をしているのではないかというもの。当時カールは仕事が忙しく家を空けることが増えていました。子供と2人で家に残されていたベラは夫が自分に隠れて浮気をしているのではないかと疑っていたんです。これって本当に仕事忙しいだけじゃない？そうなんです。本当に忙しいだけだったんです。ただね、ベラは幼い頃からもう嫉妬深くて、男に対する執着もすごすぎて、やばい恋愛体質タイプの女性だったんですよ。裕福な家庭に生まれたベラは甘やかされた環境のせいか、わがままな性格に育ちました。さらに彼女が13歳の時、母親が他界。ベラは父親と北ユーゴスラビアに移り住み、全寮制の学校に通うようになります。親と離れて過ごすようになり、自由奔放さに拍車がかかったベラが最もハマったのは男遊びでした。なんでやねん。若干15歳にして男を特会引っかいしながら遊ぶようになったベラ。男性との交際を繰り返す中で、ベラはどんどん恋愛にのめり込むようになります。そして異常なほどの嫉妬心と疑い深さを発揮するようになったんです。ベラの嫉妬心は度を超えていて、彼氏が他の女性とわずかな会話をしただけでもヒステリーを起こしていたそうなんです。そんなベラにとって夫が頻繁に自分を置いて家を空けることは疑うには十分な内容で、何よりも耐え難いことだったんです。その苦しみを取り除くため、ベラはあることを思いついてしまうんです。ある日、ベラは夫が飲むワインにあるものを入れました。それは猛毒のヒ素。浮気されないためには夫を殺すしかない。嫉妬に狂ったベラはこんな結論に達してしまったんです。もうちょい考えて。何も知らずにワインを飲んだ夫はそのままあっけなく亡くなります。ベラはようやく安心しました。これで自分以外の誰にも夫を取られることはない。そして彼女は近所の人に夫は愛人と駆け落ちをして亡くなったと嘘をつき、夫の殺害を隠したんです。うわ、こんなん嫉妬深いとかのレベルじゃないわよ。これ誰にも奪われたくない気持ちは分かりますよ、好きだったらね。でもそれにしてもその方法がね、殺したら自分のものに永遠になるかって違いますよね。なんよ。夫を殺したベラだったんですが、もともと男遊びが激しい彼女がそのまま一人でいられるわけがありません。彼女はすぐさま次の恋愛を求めて街に繰り出しました。そうして出会ったのが2人目の夫。彼は若くてイケメンであり、女性からモテるタイプでした。しかしそんな彼の魅力は結婚後ベラの不安の種となるんです。愛する夫が他の女と浮気したらどうしよう。そうさせないためには殺すしかない。ベラは再びヒ素を使い、2人目の夫も殺害。近所の人には夫が愛人の元へ逃げたと話し、悲劇のヒロインを演じ続けたんです。恐ろしい女なんか浮気しないようにさ、夫殺したくせにすぐ次の男行くじゃない。これ自分を棚上げ系女子ですよ。ほんとそうよ。棚上げ、そもそもね、自分のために人を殺す思考なんで、普通の倫理観とか普通の考え方通用しませんからね。このまま放っとくとどんどん被害者増えそうじゃない。お察しの通りでね、この後ベラはね、恐怖のナイトルーティンをかましていくんです。やばすぎる。ルーティンにしないでよ。恐怖のナイトルーティン。2人の夫を殺害したベラ。しかしやはり彼女の男遊びが止まることはありません。ベラはこの後も街に繰り出し、男を引っ掛けては家に連れ込むということを繰り返していました。ベラの交際相手は若者や高齢者、既婚者など様々。めちゃくちゃ遊ぶなこいつ。しかしどの人にも共通するのは、ベラが家に連れ込んで少し経つと忽然と姿を消してしまっていたんです。交際に至るとベラは浮気の心配をしてしまいます。そして彼女はその不安に駆られると男性を殺害してしまうんです。近所の人もベラが付き合う男性を次々変えていることは知っていました。しかしまさか彼らが彼女に殺されているとは考えつきもしません。近所の人はベラのことを男好きとして噂はすれど、深く立ち入ることまではありませんでした。こうしてベラは誰にもバレることなく交際相手の殺害を繰り返していたんです。その数なんと30人以上。30人ってもどこに隠してんの、そんな人数。ベラはね、お察しの通り殺して終わりじゃないですよ。殺した後がさらにめちゃくちゃ恐ろしいんです。次から次へと交際相手を変えていくベラ。しかし彼女は過去の男たちのことを忘れたわけではありませんでした。その証拠にベラは夜になると決まってあるところに向かっていたんです。ベラが向かう先は自宅の地下室。ベラはこの地下室に来ることを毎晩の楽しみにしていたんです。地下室に入ったベラはずらりと並んだ大きな箱を愛おしそうに見渡しています。実はこの箱はベラが殺した男たちが眠る棺桶。怖えな。ベラは男性を殺害するたびに遺体を棺桶に入れ、丁寧に防腐剤と乾燥剤まで施し大切に保管していたんです。彼女は棺桶一つ一つの蓋を開け、中で眠る男の顔をろうそくの明かりで照らしました。永遠に彼女のものとなった男の顔を見て恍惚の表情を浮かべるベラ。棺桶の蓋には中に入っている男性の名前と死亡時の年齢を記録していたんです。たくさんの男たちの遺体に囲まれて過ごす時間がベラにとって一番の幸せでした。昆虫標本とかじゃないんだから、コレクションしないでよ。本当にそんな死体を標本にしてね、一緒になんか寝たりさ、愛すことができますよ。こういった状況からね、ベラはネクロフィリアだったんじゃないかという。
はい。というわけで本日のメトラキーワード、ネクロフィリ。ネクロフィリアとは死体に浴場する性的趣向のこと。こう言うと死体との性行為が目的と捉えられがちなんですが、死体を眺める、死体を収集する、死体と暮らすといった行為もこれに含まれます。前もさ、死体と暮らしてた男の人いなかった？カールおじさんね。7年間ね、遺体と一緒に暮らしてたんですけど、遺体の数はまあもともと好きだった女性の1体なんですけど、それにしてもですよ、今回30体ですからね、想像もつかないですよね。心理学的にネクロフィリアは3つのタイプに分かれると言われています。死体への純粋な愛や欲望を抱くタイプ、死への連想や妄想に興奮を覚えるタイプ、そして自分で殺した死体に興奮を覚えるタイプです。やべえな。今回のベラはこの自分で殺した死体に興奮を覚えるタイプだと考えられます。ネクロフィリアの中でもこのタイプは犯罪に直結しやすいため、非常に危険な部類の性的盗作と言えるでしょう。タイプとかさ、フェチとかもそういう自由よ。別に自由なんだけど、これはなかなかにやばいわよ。一応聞いとくんだけど、あんたのフェチ何？ほっぺ見るだけでいいの？何照れてんのよ、もう。何ガチじゃないあんた。なんかほっぺって冗談でしてんのかと思って。そのいいじゃない。いや、いいよ、いちゃいちゃ。こうして男たちをね、コレクションしていたベラだったんですけど、あることがきっかけで、ついにバレてしまうんです。明らかになる真実。ベラの凶行は34人目の交際相手の殺害によって急展開を迎えるんです。なぜならその男性が地元の名士だったから。今までの交際相手は身寄りがない男性ばかりだったため、いなくなっても彼女の犯行がバレることはありませんでした。ところが地元の名士ではそういうわけにはいきません。男性の家族は警察に捜索願いを出し、消えた男性を多くの人が探し始めました。その結果、捜査を始めた警察がついにベラの元にたどり着いたんです。警察はベラの自宅の家宅捜査を行い、棺桶だらけの地下室を発見。ベラはすぐさま逮捕されたんです。取り調べで彼女はこう自供しました。あの人たちが私を抱いた腕で他の女を抱くかもしれないと思うとたまらなかった。裁判の末、ベラには終身刑が言い渡されました。やっとって感じよ。本当逮捕されてよかったよ、本当にこの人。これまでね、ベラがね、手をかけた人数で言うと、夫2名、そして交際相手がね、32名の計34名。でもなんとですね、地下には棺桶が35個あったんです。どういうこと？もう一人殺そうとしてたってこと？違うんですよ。実は棺桶の中に別の遺体がね、1体入ってたんです。その35人目の遺体は彼女が最も愛する人だったんです。ベラが保管していた35体目の遺体、その正体はベラの息子ロレンツォ。ベラと恋仲であったわけではないロレンツォがなぜ犠牲になってしまったのか。ベラは息子の殺害について次のように話しています。ロレンツォは私の秘密を、地下室に並ぶ棺桶を見てしまったんです。秘密がバレてしまった。だったらロレンツォも殺してしまえばいいんじゃないかって。そしてベラが息子ロレンツォを殺害した理由はもう一つ。それに将来愛するロレンツォが他の女性と結婚して私から離れていくなんて耐えられませんから。好きな人に自分だけを見てほしい。自分の元からいなくならないでほしい。恋をした時誰もがそう思うことは間違いありません。相手との関係が永遠に続くこともあれば途中で終わってしまうこともあるでしょう。しかし私たちはそういった経験を経て成長していくんです。ベラは失敗を恐れるあまり非常に残酷な手口で相手を自分のものにしました。二度とこちらに笑顔を向けることのない永遠の眠りについてしまった愛する人。彼女が求めた本当の愛はこれが正解だったのでしょうか。お待たせしました。お待たせすぎたのかもしれません。悪口言うな。皆さんね、気づいちゃったんじゃないですか。そうよ、もう分かってるでしょこれ。ちょっと見せちゃっていいのこれ。いや、いいっすよ。超かっこいいねパーカーができちゃいました。これというわけでね、我々新ブランドアルゴメトリーを立ち上げました。超納得のいくね、服ってできたんですけど、いろんなことありましたね、ヤミゴさん。始まりはね、2年前ですよ。2年前ね、我々ね、視聴者の皆さん要望に応えてパーカー作ったんですけど、もうペラペラなものができてしまって、やっぱまあ、本音を言ったら、僕らがなんか出したら買ってくれる方いらっしゃると思うんですけど、なんかそれに甘えるの嫌だな、みたいな。納得いかなかったよね、来たのね。そう。だからもう、売るのやめたんですよ、去年作ったやつ。売るのやめて、めちゃくちゃ赤字になった。全部今でも溜まってるわよ。そう。でも、それでもね、視聴者の皆さんがグッズとか、なんか服とか欲しいよってお声をいただいたんで、諦めずにね、また1年ね、企画して作ったんですけど、もうついに納得できるもの、もう生地の厚さ、10オンス、厚めのね、生地であったかいんですよ。で、なんと裏がパイルじゃなくて裏肝。で、しかもビッグシルエットで、しかもデザインがね、僕がね、大好きなね、イラストレーターのね、原田千秋さんっていう方なんですけど、超かっこよくないですよ、これ。原田千秋さんはアルゴメトリーの視聴者さんなんですよ。偶然ね、本当に。手前味噌画面インスなんですけど、まあ、正直超納得いくものができたんで、やっと皆様にお伝えできて、いや、長かったなというね。で、我々が初めて出す、売るものなんで、もうやっぱ納得できるもんじゃダメだっていうことで、ほんとすげえお待たせしちゃったんですけど、やっとできたんで、よかったらね、新ブランドアルゴメトリー見ていただければと思います。概要欄に貼ってあるんで。